じゃあここに Z はいないんだ。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回たくさん届いてます。投稿階段をお送りしていきたいと思います。でね、ちょっとね思ったんですけども、以前下北沢タイムリープのねお話をしていただきましたリリカさん、お話ありましたよね。すごかった。もう反響もすごくてね、いろんな方から「やれ見たよ、とんでもないね」なんていうふうにも言っていただいたりもしたんですけども、タイムリープね、お話からですね、やっぱ不思議な投稿をまた多くいただいておりまして、で結構異世界とかパラレルワールド系、そういった話をねたくさんまた送っていただくようになりましたので、今回はまたその聞いたことがないような不思議なお話盛りだくさんで、こちらもねお送りしていきたいと思います。今回は6人の方の不思議体験紹介させていただきます。ぜひね、紹介をさせていただいた方、概要欄の方にメールアドレスがあります。そちらの方のタイトル「ステッカー係」と書いて連絡先送ってほしいと思います。番組特製2枚組の悪霊退散開運ステッカーをプレゼントいたします。ぜひね送ってください。さあ行きましょう。もう早速6名の方なんですけども、まずはペンネーム哲弘さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく見させてもらっています。何で見ていても島田さんの怖がる姿が可愛くて、特に心霊写真動画などを見た時のリアクションがツボすぎます嬉しいです。ありがとうございます。さあ心霊ではねないんですけども、小さい頃不思議な体験をしたのを思い出したので聞いてもらえると嬉しいですということで送っていただきました。現在私は27歳なんですが、あれは多分5歳か6歳の時、まだ小学校入学前だったと思います。20年以上前のお話なんですね。生まれも育ちも広島県広島市の東区で、広島駅にほど近い住宅地に住んでおりました。近所には同じぐらいの年の子がたくさんいたので、遊び相手には困りませんでした。幼稚園から帰ると急いで着替えて近所の公園へ行くと誰かしらがいるんです。ブランコ乗ったり砂場でトンネルを作ったりして夕方まで遊ぶ日々を過ごしていました。楽しそうですね。そんなある日、幼稚園から帰りいつもの公園に行くと珍しく誰もいなかったんです。一人でブランコに乗って時間が経てば誰か来るだろうと思っていたんですが、誰もいません。公園の一人遊びは楽しくない。一人でもね楽しい遊びをしようと思い、探検ごっこをすることに切り替えました。探検ごっこといってもいつもの遊び仲間とこの辺りは行き尽くしているので知らない場所はないんですが、どこか面白い行ったことがない場所はないか探してみることにしたんです。新しい遊び場所を見つけ友達に自慢するつもりでしたので、その時の私は必死です。近所のボロアパートの路地裏を通ってその先の大人は通れないであろう細い道をぐんぐん進んでいくと、そこには見たことがないボロボロのアパートが見えてきました。ところどころ苔が生えていたのか緑になっていて気持ちが悪い佇まいだったのを覚えています。こんなアパートあったんだ。そう思い好奇心で敷地内に少し入ってみました。その汚いアパートを通り抜けると運動場なんかでよく見る柵が出てきました。当時小さな靴を履いていたので柵のマスにちょうど靴が入るんです。交互に柵に足をかけて上へと登っていき、一番上に来たところで反対側向こう側に回って降りていきます。そして一番下にたどり着いたところでくるっとその柵の向こう側の世界ですね振り向くと、そこには見たことがない世界が広がっていたんです。よく聞く異世界とかお花畑とかではないんですが、空には雲がない。人っ子一人いない敷地で、子供の頃の感覚なので今見ると思ったよりも小さかったのかもしれませんが、サッカーができるほどの広さ、そういった敷地に出たんです。
そこは軽石が敷地全面に敷き詰められていて、色は真っ白。地面は軽石がずっとこう敷き締められている。真っ白なんですね。柵の上の方は空が真っ青。そのコントラストがまるでテレビで見た外国の南の海みたいでうっとりしてしまいました。地面は真っ白、空は真っ青。このコントラストなわけですね。今度は友達とまた行くと話したら、母は生まれも育ちもこの町なので僕よりも詳しいはずなんですが、そんなところはない。そういうふうに言ったんです。家に帰ってお母さんにこういう場所出たんだって言うと、そういう場所はないという話。次の日友達と待ち合わせ、昨日通ったルートを通って行ってみたんですが、あの汚い木のアパートがどうしても見つかりません。ここに木のアパートがあってねと友達に話すと、その場所は友達のおばあちゃんの家で、ずっと昔からおばあちゃんはここに住んでいる。だから嘘ついたということで、しばらく嘘つき扱いされてしまいました。友達に自慢したくてワクワクしたし、母に話したことも母も今も覚えているので、夢ではなかったのは確実なんですが、自分はあの時どこに行っていたのか未だに不明です。今はその場所も取り壊されて、たくさんのお店が建っているのでもう行けません。ちょっとリリカさんではないですけども、なんか違う世界に迷い込んでしまったという、これ何でしょうね。でも無事に帰ってこられてよかったですね。やっぱり何でしょう、今回で言うと迷い込んでいって、そして最後柵を越えるわけですけども、柵っていうのはね、こちら側と向こう側を隔てる象徴だし、あと橋っていうのもね、こちら岸と向こう岸、そちらをつなぐ象徴だしっていう、何かそういったものが出てくる。でそれを渡りきる、向こう側に行くと何か不思議な世界に行く、そういった話聞きますけどもね、でもとにかくやっぱ帰ってこられてよかったなという、何でしょうね、外国の南の海のようだったっていう。そうなるとこの場所の過去とか未来っていうわけでもなさそうですし、だから大体こういう時ってその場所の時間軸がずれた場所にっていう話がよくあるんですけど、今回また特殊で全く違う場所に行っていたんでしょうか。非常に面白い話ありがとうございました。続いてこれもすごいなと思いました。ペンネームペンタロウさんからいただきました。ありがとうございます。不思議な体験をしました。10年以上前のことです。夕方6時くらいの会社帰り、小田急線の急行列車に乗り込みました。新宿駅が始発のため、いつも電車を1本見送った後、次の電車で座って帰るようにしていました。わかりますわかります。この日も同じく1本見送ってから座って電車に乗っていました。一つ目の停車駅に止まると、どこかのママさんが3歳から4歳ぐらいの熟睡している子供を抱っこして電車に乗り込んできたんです。そして私の左斜め前の位置に立ちました。左隣の人は全く席を譲る気配がありませんでした。優先席ではないし、せっかく座ったので正直この席譲りたくないなとは思いつつも、かなりお子さんが重たそうなので、さすがに譲らないといけないかなというふうに考えていたその時だったんです。すぐさま私の席の2つ右隣に座っていた若い男性が大きな声で「すいません、ここ座ってください」とママさんを手招きしたんです。自分のこちら側ので右2つ隣ですから結構距離ありますよね。男性がそういうふうに声かけたと、素晴らしいですね。知り合いなのかなと思ったんですが、そうではないらしい。ママさんは「大丈夫です、すいませんこんな時間に子連れで」と遠慮していました。それでも若い男性は強引に混み合う電車の中、近くに立っている乗客に「すいません通してあげてください」とママさんを誘導しようとして強く手招きをします。こっちこっちって感じですね。そしてその男性は
続けてこんなことを言い始めたんです。ここなんです。この後、この電車は急ブレーキがかかって車内が大きく揺れます。その時あなたは無事で済みますが、その子は無事では済みません。聞いた瞬間にと思いました。例えばの言い間違いかなと違和感を覚えたんですが、とにかく男性は早く座ってくださいと言いながら席を譲る。ママさんも素直に座ってありがとうございますと頭を下げていました。それからわずか数分後です。電車は急ブレーキがかかり、車内は大きく揺れ、乗客が体勢を崩した足音でドドドドドッと車内大きく響きました。どよめいている車内に緊急停止のアナウンスがかかりました。私は思わず先ほどの若い男性を見ました。男性は自分の左の手のひらをじっと見つめて、少しにこりと笑みをこぼしたように見えました。それ以外は特に喋るわけでもなく、その左手をポケットに突っ込んでただ突っ立っていました。左手を見た動作は何かメモでも見ていたのか、何だったのかは分かりませんでした。ママさんの方は子供が起きてしまったようでぐずっているのをあやしていました。特に怪我などをしている様子はありませんでした。電車は比較的すぐに動き始め、すぐ次の停車駅に着き、男性は降りていきました。ただの偶然かもしれません。ただあの男性は予知能力でもあるのかなとすごく不思議に思った体験なんです。少なくともママさんが立ったままの状態だったら危険だったと思います。そしてすぐに席を譲らなかった自分を恥ずかしく思いました。それ以降同じ時間の電車に乗ることも多いんですが、今のところあの男性の姿は見ていません。めちゃくちゃ面白いなと思ってゾクゾクしちゃいましたね。これ皆さん、この男性何だと思います？単純に、未来が分かる人で、そのね、数分後に起きる未来を見ていて、子供が怪我しちゃう、大変なことになる、だからね席を譲ったっていうふうに思う方もいると思うんですけど、ちょっと僕思ったのが、この男性って未来から来たこのお母様がすやすやこう抱っこしてた、3歳から4歳、このねお子さんが男の子か女の子かっていうのはちょっと書いてないんでわからないんですが、僕はこの抱っこしてた3歳から4歳の子が男の子で、その後の未来から来た男性だったんじゃないのかなってちょっと思ったんですね。で、自分の過去にこういうことが起こる、だから過去に飛んでそのママと自分のことを、自分のことを守ってたんじゃないのか。そして左手を見てたって言いますよね。なんか僕これ職業病ですかね。手相を見てたんじゃないかな。でその時にそのママさんがちゃんと座って怪我なく、そのね子供赤ちゃんも、やり過ごせた時に、自分の左手にあった薄くなりかかって消えかかっていた生命線がふわーっとこう強く出てきたんじゃないか。でそれを見てニコッと笑ってたんじゃないかなって、なんかそんなふうに考えちゃいましたね。はい。ちょっと本当になんか職業病かもしれませんけど、いろんなことをね考えさせてくれるとっても面白い話でした。ありがとうございました。さあ続きまして3人目の方、ロボコさんです。ありがとうございます。視聴者投稿の会がとても楽しくて、自身の体験も島川様に聞いていただきたく、今回メールをさせていただきました。ありがとうございます。10年ほど前です。霊的な話ではないんですが、不思議な体験をしました。私の姉が足を骨折して、姉の自宅にお見舞いをしに行くことになったんです。同じ市内に住んでいたので、自宅を出るときに携帯で少し連絡を取り合い、すぐに姉のもとへ出かけました。姉からの連絡内容は、足を骨折していて玄関まで出迎えるのが大変、鍵を開けておくんで着いたらそのまま入ってきてほしいとのことでした。姉は少し古い作りのマンションの1階に住んでいて、一つの階に
6つの部屋がありました。ね、1つの階 1,2,3,4,5,6 部屋がね並んでっていうその1階に住んでた。姉のマンションに到着をして久しぶりの訪問だったので慎重に部屋番号を確認しました。姉の部屋は103号室だったので手前の101号室から順々に部屋番号を確認しながら進みました。101、102、普通に行けば次が103だと思っていたんですが、その次の部屋104号室でした。おかしいなと思い一歩引き玄関前を見るとドアノブに折りたたみ傘が1本かけてありました。その傘を見た瞬間、こんな柄の傘姉が使うかなと不思議な気持ちになったんです。あまり女性らしい色や柄が好きではない姉の玄関ノブにピンクベース、そして水玉模様の折りたたみ傘がかかっていたんです。他にも姉には子供が2人いるんですが、その子たちが普段遊びに使わないようなおもちゃなども玄関脇に大量に置いてありました。私が間違えてるのかなと思い、先に続く部屋も奥まで確認していくことにしました。105、106、107、6つ玄関があるんですが、肝心の姉の部屋である103号室だけないんです。あれ？これ一つの階に6つ部屋がありましたっていう、ワンフロア6部屋っていうところですよね。で107あんのおかしいですよね。だから103号室だけなくって謎の107があるっていう。普通だったら101から106なんだけど103がなくって107があるっていう、これ変な状態ですね。混乱した私はもう一度確認しようと104号室のあったドアの前まで戻ることにしました。しかし戻るとそこには折りたたみも見慣れないおもちゃもなくなっていて、部屋番号を確認すると103号室になっていたんです。恐る恐る玄関のドアノブに手をかけ部屋を覗くといつもの姉の家。すぐに姉に今の話をすると、104号室なんてないよ。なるほど、そっち。水玉模様の傘も持っていないと話されました。姉から鍵を開けておくので着いたらそのまま入ってきてほしいと言われていたので、もししっかり部屋番号を確認しなくて傘やおもちゃに疑問を持たずにそのまま部屋に入っていたら、私はどこに行ってしまっていたのかと思うと怖くて仕方がありません。今でもあの玄関前の情景が頭から離れません。なるほど、よくありますよね。僕も昔そうでしたね。マンションとかね、アパートによってはやっぱ4っていう数字がね、やっぱ死につながって縁起が悪いってことで101、102、103で4飛ばして105、106っていう風にする場所ありますけど、ここがまさにそうだったわけですね。だからワンフロアが6部屋だから107はあったんだ。だから101、102、103で105、106、107っていうはずなのに、なぜかその日お姉さんの103がなくなってないはずの104っていう部屋があったんですね。はあ、ないはずの104号室。面白い。これこそパラレルワールド。104があったマンションでの世界線のお宅。そこではね、そういった傘をかけてお子さんとかがね、そういうおもちゃで遊ぶっていうご家族が住んでいるっていう。行って帰ってきたらあるっていうね。確かにそれ確認せずに開けたらどうなっていたんでしょうね。いやー、面白いっすね。リリカさんの話だとね、自分の家だと思ったら鍵が開かなかったっつってね。でなんかまあね、ちょっと鍵はちょっと変えたりもしてたんだけどもっていう。でも実は過去に自分が家にいる時に玄関をガチャ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 やられたことがあって、それがねその話とつながってくるみたいな話ありましたけども、これまた全く別の家族の家の前にいたってことなんですね。いや皆さん経験してますね。ありがとうございます。
さあ続いて、トムヤムくんさん、こちら20代女性の方から送っていただきました。ありがとうございます。私ははっきりと霊が見えたことは一度もないんですが、金縛り中に黒いもやが覆いかぶさってきたり、勘が当たりやすかったりと、そのおかげで危険回避できるようなことがたまにあります。一番最近の不思議な体験を投稿させていただきます。2年ほど前でした。今の夫がまだ彼氏だった頃、半同棲のような形で福岡県の繁華街、これ春に吉と書いて、これ春吉ですかね、ごめんなさい、春吉の寺町通りと呼ばれる場所にある夫のマンションによく泊まりに行っていました。名前の通りお寺が並んでいる片側一車線の道路を挟んだ場所にあるマンション、お寺が並んでいる片側一車線の道路を挟んだ場所にあるマンションで、ベランダに出ると目の前が、お寺の門にあたります。朝8時ごろ、夫の方が早く仕事に行くので、私はベッドから起き上がることなく、行ってらっしゃいと見送ったり、夫が家を出たのを気づかず寝ているなんていうことがある状況でした。そして夫が家を出た後、私は頻繁に金縛りに遭っていたんです。金縛りだと思うと、玄関のドアがガチャッと開き、ドッ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 と廊下を歩く足音が近づいてくる。そして私が寝ているベッドの横に人が立っている気配を感じる。ある時はベッドに腰掛けてきたり、覆いかぶさってくることもありました。夫が忘れ物でもしたのだろうと本気で思うほど人の気配を感じていたんです。金縛りが解けると、そこには誰もいないし、夫に LINE で聞いても家には戻っていないよと言われました。ある日また同じように夫が先に家を出て、私はあと1時間半ぐらい寝れるなぁとのんきに考えていると、また金縛りに遭ってしまいました。そしていつものように人の気配を感じ、怖くなりひたすら解けろ解けろと思っていると、ふっと体が動くようになり、ベッドから起き上がるとインターホンが鳴ったんです。モニターを確認すると、息を切らした夫が映っていました。今回は本当に忘れ物をしたんだ、本当に夫が帰ってきたんだと思いましたが、玄関にかけてある鍵はないし、持ってるだろうな、なんで自分で開けないんだろうなとふと疑問に思い、その場で夫に電話をかけると、電話に出た夫は今返しに着いたよというふうに言いました目の前に来てるんですけどね、旦那さん。時間が少し経ったので、モニターはすでに切れていて、古いタイプだったため録画も残っていませんでしたが、もうパニック。これは夫のドッペルゲンガーを見てしまったと思いました。愛用していたグレーのマスクを片耳にかけた状態で顔もはっきり見たし、着ているシャツなども夫のものだと思いました。宅配を頼んでいるわけでもなかったし、もしかしたら寝ぼけていたのかもしれませんが、今でも考えますが、島田さん、ドッペルゲンガーっていると思いますか？後日この話を霊感のある後輩に話すと、また違った解釈を言われました。それ、変な霊が旦那さんのふりして家に入ろうとしてたんじゃないの？鍵開けなくてよかったですねと言われ、ゾッとしました。確かにこのパターンありますよね。またこれも後日談なんですが、怪談系の YouTube を見ていると、お寺とお寺、病院、事故物件などを結んだ直線上にある家は霊道が通っている可能性があるというのを見て、まさかと思い大島テルで位置情報を調べてみました。玄関側の隣のマンションが事故物件でした。ベランダ側のお寺と玄関側の事故物件、ちょうど直線となる位置に一棟住んでいたマンションが建っていた形になります。なんか納得をしてしまいました。今は引っ越していて違うところに住んでいて、金縛りにも合わなくなりましたが、またいつか一番身近な存在に化けた悪いものに騙されるかもしれない。そう思うと怖いなというふうに思っています。言いますね。そういった場所の直線上は霊道になるんだ。ここまさに霊道だったんですね。ってなると、この家がどうこうってことじゃなくて、いろんなものがたくさん来やすかった。だからもしかすると来るたびに金縛りに遭ってたと思うんですけど、ただ怖いのが、旦那さんいる時は金縛りにかからない。だから旦那さんが守ってくれてるんだけど、旦那さんがいなくなった、その守備が手薄になったところを毎回狙われてる感じが怖いですよね。ってなると、やはりあの時来たのは
旦那さんの生き量とかではなく、旦那さんになりすました何かだったのか。そうなると怖いですね。すぐに旦那さんに電話してよかったですね。ただ電話した瞬間、今会社着いたよって言われた瞬間の怖さめちゃくちゃわかります。パニックでしたね。でもこのね漢字を見ると、住んでいた場所が問題で、こちらね、送っていただいたトムヤムくんさんが何か原因ってわけではなさそうなので、今後は安心して良さそうですね。ありがとうございました。さあ続いてちょっと心霊写真かもしれませんということで写真を送ってもらいました。皆さんもよかったらね一緒に見てどうかなっていうふうにちょっとね判定、考察していただけたらと思います。ペンネーム一城さんです。ありがとうございます。数年前に撮影した写真について心霊写真の疑いがあったためご連絡させていただきました。ぜひ見ていただけたらと思います。ありがとうございます。ピンクで丸をつけたところになります。1枚目2枚目は続けて撮影をしています。連写ですね。ではまずは1枚目をご覧くださいということで、こちらです。どうぞ。黒電話ですね。懐かしい可愛らしい女の子が受話器をね左手に持って電話をしていますが、その後ろに引き戸があってガラスですね。下の2枚が曇りガラスで、上がねクリアなガラスで、その上のところに赤い丸がつけてあります。こちらでは続いて問題の2枚目になります。こちらです。じゃあどうぞ。人の頭、頭部、男性ですかね。なんか見えますね。丸の部分、確かに人のようなものが映っています。撮影場所は祖父母の家で、撮影時には誰も住んでいない状況なんです。じゃあここに絶対人はいないんだ。2枚目、写真に誰か写り込んでる気がします。というわけで今回連絡をさせていただきましたということで送ってもらったんですけども、確かに人ですね。明らかに写ってます。ただここに人はいないってことなんですね。なんかこの背景ですよね。なんかこの人が映り込んでるように見える方って後ろ側がドアなのかな。なんか茶色いものが見えるんですけど、左側ってこの部分が全部真っ白なんですよ。四角なんですよ。だからこれが何なのかな。もしかすると向こうの方にだから引き戸かなんかがあって、で最初はもう全開で開いてたんだけど、2枚目で人がちょっと入ってきてドア閉めてってことなのかなって一瞬思ってたんですけど、これ見るとここに人は全くいないんですよね。確かにそう言われてみると、ちょっと後ろに映り込んでる2枚目の写真、人の顔のように見える顔色が悪いというか、ちょっとこう心霊写真でよく写る霊特有の色みたいのはしてますよね。これ皆さんいかがでしょうか。どう思われますかね。またねちょっとねいろんなことね、分かったらまたねちょっと連絡もしていただきたいと思います。ありがとうございました。さあでは最後6人目の方、ペンネーム A 子さん、こちら紹介させてもらいます。毎日楽しく、拝聴させていただいております。なんかこうね耳でこう BGM 代わりでいつも聞いていただいてるんですかね。初めてですが今回思い切ってメールをお送りします。今まで、一人の親友以外には話したことがない話です。聞いていただけると幸いですということで送っていただきました。ありがとうございます。現在夫と8歳の娘と暮らす40代の主婦です。3人家族なんですね。実は今の夫とは再婚です。20年以上前の20歳頃に前の夫と結婚をしていました。いわゆる授かり婚で元気な女の子が生まれてくれました。可愛くて仕方がなく大切に育てていた娘。ある初夏の日です。幼い娘は家の中の事故で亡くなってしまったんです。変わり果てた姿を見つけたのは私です。詳細は辛くてまだ書くことができません。私がもっとしっかり気をつけていれば防げた事故。私がちゃんとしていれば娘は亡くならなかった。
私は可愛い娘の命を奪ってしまった。テレビで放送されている犯人と同じじゃないか。娘と自分も同じところに行かなければならない。そんなふうに自分を責めました。しばらく経った後、その時の夫とは離婚をしました。それから十数年、悪夢を繰り返し見るんです。自分の精神的なことからなのでしょう。幼い甥っ子を預かっていて、結果は娘が亡くなった時と同じ状態になる、そんな夢なんです。次は近所の子供だったり、次に生まれた設定の子供だったり、とにかく幼い子供が、結果は娘が亡くなった時と同じ状態になる、そんな悪夢でした。いろんな設定ではあるけれど、結末は私の不注意で子供が亡くなるんです。そういう夢を見るたびに、また私のせいで子供が亡くなってしまった。胸がバクバクと脈打ちながら、絶望感の中やっと息が吸えたようにガバッと目を覚ます。夢か。と自覚した後も辛くなり、いろいろ考えてしまう。再婚して今8歳の娘が生まれてからもたびたびそんな夢を見ていました。お子さんをお持ちの方も多くいらっしゃるかと思いますが、我が子が亡くなってしまうことを想像される方は少ないかもしれません。私はそんな経験から、今隣で眠る娘もいつか私の不注意で亡くなってしまったらどうしよう、いなくなってしまうのではないかという恐怖が常に頭の片隅にあるんです。どっしりと構えているようなお母さんでありたいんですが、つい先回りをして過剰に心配してしまう、そんな神経質な母親だと思います。今から3年ほど前、また悪夢で目を覚ましました。すぐに隣の娘の無事を確認すると、私の枕に頭を乗せて抱きつくようにすやすやと眠っています。ほっとすると同時に、天井を眺めながら夢の内容と亡くなった娘のことが頭をぐるぐると巡ります。夢だから夢だからと自分を落ち着かせていると、私の耳に口をつけるように眠っている娘が内緒話をするような声で、ありがとう、ありがとうと一文字一文字を区切るようにゆっくりと言ったんです。普段は起きているようにはっきりした声で寝言を言う子です。私は亡くなった娘がこの子の口を借りて言ったように感じ、涙が止まらなくなりました。ありがとう。成長していれば20歳を超えた娘、大人になった娘がまるで私を思いやる言葉を選んで伝えてくれた気がして、胸にあった塊がスーッと消えたように、やっと深く呼吸ができたように感じました。それから子供が亡くなる夢を見ることはなくなりました。私が都合よく解釈をしているのかもしれませんが、娘がくれた言葉だと信じて、これから前を向いて楽しく暮らしていこうと思います。読んでいただきましてありがとうございます。これからも応援しておりますということでね、送ってもらいました。そうか、今までね、一人の親友の方にしか話せないですよね。で、今回勇気出してこちらに送っていただいて、よくね、僕も言うんですけど、やっぱもちろん辛すぎる体験って話せないんですよね。本当に自分が思ってる抱えてる悩みこそ話せなかったりとか、そうじゃないのって結構ねペラペラ話せるんですけど、でもちろんそれをねたくさん話せばいいってもんじゃないんですけど、ただやっぱり人に話すっていうのは、その思いを自分の心から切り離す、話すって話すに通じる部分ってあるんですよね。でね、この場っていうのは、こうやってね本当にいつも見てくださってる皆さんのことは本当大事に思っていますけども、ただやっぱり顔も見えない、あとはこうやってね匿名で送っていただけると、たくさんの方が聞いてくれてっていう場ではあるんですけども、もしかしたら
面識がある人に話しづらいこともここ話せる場なんじゃないかなって思うんですよね。本当の悩みとか自分がどう思われたらって考えちゃうと、仲のいい友人とか家族とかにほど話せない話ってあるじゃないですか。でもね、この場っていうのはそういう人たちに話せない、でもなんかこうね、思ってる場所、思ってる話もね話せる場だと思うし、そういう場でもあってもらえたら嬉しいななんて思うんでね、今回勇気を出して送っていただけてありがたいし嬉しかったなと思います。で、いろいろ思うことがあるんですけども、やっぱりね、大好きなお母さんがずっと悲しんでるっていうのもね、やっぱりこう娘さんはやっぱり天国で悲しく思っていたでしょうし、でやっぱり20歳になる大人になる成人になるってことで、また次のステージに旅立たれたのかなっていう。だから最後ずっと今までは英子さんですね、英子さんの近くにいつもねママって言ったのかもしれないけれども、ある意味で親離れをして次の場所に行くんで、最後にありがとうっていうふうにね、何にもママのことをね嫌いとか責めてるんじゃなくて、ただただ大好きでありがとうって次の場所に行ったのかななんていうふうに思いましたね。で今回勇気を出してこうやってねメールを送ってもらえたことで、例えば僕も子供いますけど、本当に難しいところで、やっぱり親の立場からすると過保護になりすぎてしまうんじゃなくって、やっぱりね子供に経験させて、自分で痛いことも嫌なことも含めてやっぱりそれ自分で経験して覚えていくことがあるので、あんまり全部ね先回ってねこれは違うよダメだよっていうのってなかなかしないで、本当は見守るっていうそのね距離感がいいと思うんですけど、やっぱり僕も公園なんかでブランコがすごい上までこう行くと、なんかもし落ちて頭からってなったらとかも考えると、もうなんか変な汗出てきちゃって、でついついねちょっと手を差し伸べてちょっとやめなさいとか言っちゃうんですけど、この距離感って難しいですよね。ただやっぱりこう見守るっていうことはとても大事だと思うので、例えばちょっと今回英子さんのね状況がどういう状況か分かりませんけど、でもこのなんか話を今回聞いてくれるたくさんの方いると思うんですけど、ちっちゃいねお子さんとかまだ見守る必要があるねお子さんをお持ちの方たちはね、またちょっとそういうふうに危険なことにならないように気をつけようっていうふうに思った方たくさん、もうね自分のことのようにもう胸が詰まりそうな思いで聞いた方たくさんいると思うんでね、なんかそういう方たちが気をつけようっていう気持ちになったと思いますんで、すごく意味のある、メッセージ送っていただけたと思います。本当にありがとうございました。というわけでですね、今回は6人の方の、不思議体験、写真も含めて紹介させていただきました。概要欄にありますメールアドレスの方にステッカー係と書いて連絡先送ってください。よろしくお願いいたします。そして引き続き皆さん不思議体験お待ちしております。本当にすごい話ね、たくさん皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今回はこの辺で失礼いたします。投稿怪談でした。島田秀平のお怪談巡りでした。失礼します。